前回は甲虫というマシンを作りました。このマシンの特徴はファンの排気口の半分が閉じていることです。期待する動きを見てみましょう。すごい回転です。これはレーンチェンジを攻略するための姿勢制御です。 LC でマシンが吹っ飛ぶ時にはコース外側にまくられることが多いです。そのため逆にコース内側にまくる力を発生させることでこれを解決しようとしました。この作戦は成功して自己新記録を更新しました。ここで気になっていることがあります。本当に肩排気の姿勢制御のおかげで LC を攻略したのでしょうか。ただ単にファンのダウンフォースが効いた感もあります。排気口を全開で走行しようと思っていましたが、その前にコースアウトして壊れてしまいました。せっかくなので全開と左右開きを選択できる検証マシンを作ります。それでは制作へレッツゴーの前にドーン。星も明けたのでマットを新調しました。活動開始から5年間使い続けたマットです。歴史を感じますね。お疲れ様でした。試作シャーシ1号です。比較実験のため羽が左右独立で動くようにファン部をシンメトリーにしました。間に合わせのリアローラーステを作り直しました。不要になったバッテリー台を除きました。試作シャーシ2で試走したら一発でコースアウトして壊れました。前回の安定走行セッティングだったので油断して録画をしていなかったです。壊れ方も前回と同じですね。フロントモーターを入れるためにローラーステーの一部を薄くしているのが原因です。さらにローラーステーはカーボンプレートで延長しているのでテコで力が加わりやすいです。ということで再設計しました。フロント部のモーターを取り除いてバッテリー置き場にしました。これでローラーステーと根元までの距離を短くします。この試作シャーシで修正点を洗い出します。穴小さい。ギア近い。修正しました。ローラーステーの根元がまだ細い気がします。硬さは十分に思えますが、今回は検証マシンでコースアウトも多い想定なのでより頑丈にします。印刷します。最終版シャーシです。ローラーステーの根元を太くしました。ファン用のベアリング固定台も太くしています。印刷ピッチを 0.1mm から 0.08mm にしてより高精度にしています。細かいパーツも印刷します。羽パーツ、羽押さえパーツ、リガローラー台、シャフトの固定パーツ、最後にホイールです。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。ダブルモーターです。ファンモーターを搭載します。フランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。スペーサーを取り付けます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。グリス塗り塗り、駆動チェック。スルスルグッドです。ベアリングを埋め込みます。プロペラシャフトを差し込みます。プロペラを取り付けます。ハトメを取り付けます。ベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。キャップを取り付けます。グリス塗り塗り、ファンチェック。スルスルグッドです。羽を取り付けます。軸を差し込みます。羽固定パッツを取り付けます。固定します。リアローラーステを取り付けます。固定します。ローラー台を取り付けます。固定します。スキットローラーを取り付けます。固定します。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントスキットローラーを取り付けます。固定します。バッテリーを搭載します。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。左右選択式排気シャーシ。マシン名は甲虫です。羽固定パーツの有無で排気方法を選択できます。初めて色をクリアグリーンにしましたね。金分イメージのマシンだからです。そして甲虫のホビーはクリア色にする。これは定めです。引かれ替える重量チェック。84.1g 羽固定パーツを追加します。86.4g 動作チェック。羽全開で排気をします。奥側の動きがちょっと悪いかしら。そこまで影響はないと思うのでこのまま進めます。固定パッツをつけます。これで肩排気にします。しっかりと羽を固定できています。この状態が前回の甲虫と同じになります。奥側が下に押さえられています。それでは比較を始めましょう。土台を作りました。これはダウンフォースを測定するためのものです。浮き上がった時の床との距離でマシン底面から入り込む空気の量が変わるのでダウンフォースの強さも変わります。この台に乗せることでそれを一定にします。空気も入り込むように格子状になっていますね。台は LC の浮き上がりで下段ローラーが壁を越えないくらいを想定した高さです。まずは全排気でのダウンフォースです。30g 程度です。これがファンの力か。強い。羽固定パッツを取り付けます。これで肩排気になります。肩排気でのダウンフォース。息なし挙動が違います。固定しました。18g 程度。全排気が 30g 程度だったのでほぼ半分になっています。ちゃんと半分になっちゃうのね。つまり前回は半分のダウンフォースで LC を攻略できたということなので排気位置による効果が期待できます。大湯妙音。弱体。
ファンによる姿勢の変化を見てみましょう。まずは全排気です。左右から風が排気されるので姿勢はそのままです。回転のきっかけを与えても特に回転することはありません。カナブン。全排気だと姿勢変化への影響はないようです。次は内肩排気です。すぐに回り出しました。コースでいうと内側に押さえつける排気が行われるので反時計回りに回転をします。この動きでコース外側へまくられるコースアウトを防ぎます。外肩排気です。先ほどとは逆に時計回りで回転しています。これはコース外側へのまくりと同じ方向なのでコースアウトを防げないと考えています。動作確認終わり、どうなるかは走らせてみてですね。まずは全排気です。マシン全体をコースに押し付けます。5、安定した走行です。速度は前回よりわずかに遅いです。コースアウトしすぎると検証しにくいのでフロントにアルミローラーを入れています。次は内肩排気です。コース内側に押さえつけるダウンフォースを発生させます。これでどうなるかが見ものです。5、こちらも安定して走っています。半分ダウンフォースでこれはなかなかです。謎原則、ステーが外れただけでした。コース外側へ押さえつける外肩排気です。先ほどとは逆側にマシンの姿勢が変わる想定です。そしてそれではコースアウトを防げないと考えています。5、ドーン、本当にコースアウトしましたね。面白くなってきた。タイムはこのようになりました。全排気よりも内肩排気の方が最速を出しています。半分のダウンフォースで抵抗面となり平面走行が速いのでしょう。2周目がどちらも最速なのは速度の乗っていない1周目の LC モの姿勢がいいためにトップスピードで2周目を走り始められるからだと考えられます。逆に2周目は速いために LC で姿勢が崩れてその後の3周目の走り始めが遅くなっていそうです。どちらも3周目でタイムが落ちていますね。そして2周目と3周目のタイム差が内肩排気の方が大きいので LC でより姿勢を崩していると予想できます。スローで見てみましょう。全排気。姿勢はほぼ変わらずに安定して LC を通過しています。1周目と2周目を重ねて比較してみます。LC の着地前を見ると2周目の方が高い位置にいます。姿勢も前につんのめっていますね。これにより最加速の速さに差が生まれたのでしょう。内肩排気。先ほどよりギリギリ感があります。1周目は安全に LC を通過しています。2周目は左右の姿勢のブレはないのですが LC 後半でフロントが角に下がっています。3周目は前半は同様です。後半は外側にまくられつつギリギリ耐えたといったところです。全排気と内肩排気をトップスピードの2周目で重ねます。 LC 頂上まではほぼ同じ姿勢です。壁飛び移り直後は肩排気のフロントが落ち始めています。フロントが落ちるのはファンのダウンフォースが半分なことでローラーのスラストによる下向き力の影響を受けやすいのでしょう。飛び出しの高さが同じなのは意外です。着地時には肩排気のリアが上がったままになっています。半分のダウンフォースで全排気と近い走りができているのは排気位置の効果が現れていそうです。最後に外肩排気です。壁飛び移り直後に外側にまくられる斜め姿勢になっています。内肩排気、外肩排気。内肩はコース内側に押さえつけるので飛び移りの外側へのまくりと拮抗してマシンはフラットです。外肩ではコース外側に押さえつけるのでそのまま外側へとまくられます。これはさすがに内側に排気を寄せることが効果的だと言ってもいいでしょう。検証終わり、フロントアルミローラーを魔王ローラーに乗せ替えます。フル充電全排気。マシンのポテンシャルを確かめます。5、記録更新です。全排気だと独自性がないので微妙な気持ちです。 2.076 秒で自己新記録です。フル充電内肩排気です。さすがに吹っ飛びそうですがこれでさらに更新したら超嬉しいです。5、2.074 秒自己新記録です。うおマジか。ハイパーグッドです。スロー。1周目。壁の飛び移りで外側へまくられます。羽が開き内側に押さえつける排気を行います。
姿勢をフラットに戻しコースアウトを防ぎました。2周目。壁の飛び移りで外縄へまくられます。この時点で1周目よりもリアが上がっています。スピードの乗った2周目では抑えきれずにコースアウトしました。今回は3パターンの排気方法を比較しました。内排気が外側へのまくりを効率的に軽減できることが分かりました。つまりこれは変身ダウンフォースです。そしてこの考えは私の好きなあのシャーシにマッチします。適用な楽しみです。チャンネル登録、コメント、いいねをお願いします。モチベーションがマシマシになります。それではまた、のし。